こんにちは。発酵調味料教室シンプルブルーライフの早川です。この動画では発酵食などの食に関する知識や、食と健康、そういったことについてお話をさせていただいております。いろいろですねシリーズでやっておりますので、今のうちにチャンネル登録しておいていただくと、他の動画も探しやすいのかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、今回はですね、前回前々回と続けてやっている、ぬか床の中にいる微生物の話というのをやっていきます。で、最初に乳酸菌の話をしまして、でその次に酵母菌の話をしました。で最後はですね、こちらです。酪酸菌という菌についての話をしていこうと思います。酪酸菌っていうですね、あんまり聞き慣れないかもしれないんですけれども、結構ですね、この薬局とかに行って整腸剤なんかを買うと、その整腸剤の中に入っている成分としてこの酪酸菌っていうのが書いてあることが多いですね。整腸作用が、ものすごく強いっていうのがこの酪酸菌の特徴ですので、整腸剤なんかに入っていることが多いです。はい、でも特徴としては、とにかく整腸作用ということなんですね。いろんなことをしてくれるんですね。腸内の常在菌になっていて、ビフィズス菌の助けをしたりですとか、腸の粘膜を修復してくれたりとか、いろいろ言われていますので、その腸にとってすごく優しい菌だよというふうに言われています。で、ビフィズス菌とか乳酸菌って善玉菌として有名なんですけれども、この酪酸菌っていうのも実は善玉菌としてとても有名なんですね。ビフィズス菌、乳酸菌は聞いたことあるかもしれないんですが、酪酸菌っていうのは聞き慣れないと思います。なんですけども、非常に重要な菌なんですね。腸にとって腸内環境を整えていく、ためにはものすごく重要な菌ということになります。なので、積極的に取っていきたいということなんですね。第3の善玉菌というふうにも言われています。第3っていうのは、一番善玉菌として有名なのがこのビフィズス菌。人間の大腸の中にはもう 99% くらいビフィズス菌がいます。で、それに次いで乳酸菌というのが、いて、第1、第2ということになるんですが、第3の善玉菌ということで酪酸菌が挙げられます。これね、三大善玉菌っていうふうに書きましたけど、これ別にこうやって言われているわけではなくて、私は勝手に三大善玉菌っていうふうに名付けたんですけども、ビフィズス菌と乳酸菌と酪酸菌、この3つが腸内環境を整えるに非常に重要になってくるということなんですね。で、乳酸菌とかですね、特に、食べ物から取ったとしても、胃酸でやられてしまうっていうのが多いんですね。種類によっては腸まで届くようなものもあったりするんですけども、大体の乳酸菌っていうのは食べたらこの胃を通過するときに胃酸でやられてしまいます。酸が強いんですね。なんですけども、酪酸菌の特徴としてはこの胃酸に強いというのが非常に特徴的なんですね。整腸作用が強くて、さらに胃酸に強い。なので食べ物から酪酸菌を摂取することができれば、その食べた食べ物、胃酸を通過してですね、胃酸でやられることなく、死ぬことなく通過して腸まで生きたまま届いてくれるという菌なんですね。なので、しっかり生きたまま胃酸にも負けずに腸まで届いて、その腸の中でいい働きをしてくれるという、素晴らしい菌なわけなんですね。はい、で、じゃあどういう食べ物にこの酪酸菌っていう菌が入っているのかというとですね、これ食べ物から摂取するのは実は非常に難しいです。どういう食べ物に入っているかというと、こちらですね、臭豆腐とぬか漬けのみとなっております。もうほとんどの食べ物には入ってないんですよね。唯一入っているのが、この2つということになります。臭豆腐もですね、ものによってはあまり入ってないというふうにも言われているので、あとはですね、臭豆腐って結構かなり癖が強い食べ物ですし、日本の食べ物ではないので、なかなか臭豆腐食べるっていう機会も少ないかと思いますので、
臭豆腐から酪酸菌取ろうっていうのは結構ね日常的にやっていくのは難しいかと思います。で2番目のぬか漬けなんですけども、ぬか漬けだったら日本人の伝統的な漬物ですし、その辺に売っていたりとかもするので、こちらだったら食べやすいというか日常的に取り入れやすいということになるので、言ったらぬか漬けの中にしかいないというか、酪酸菌を摂取していこうと思ったら、ぬか漬けを食べる以外はほとんど方法がないということになります。もちろんサプリメントとかもありますけれども、食べ物から取るということになればぬか漬けなんですね。はい、でぬか漬けはぬか漬けでもですね、ものによってはこの酪酸菌が含まれていないっていうものもあります。それはですねどういうものかというと、もちろんそのスーパーで売っているこのパック詰めかなんかにされて売っているぬかは周りについていたりするんだけど、パック詰めにしてスーパーなんかで売られているぬか漬けには入ってないと思った方がいいですね。それはなぜかというと、しっかりとした、本来のぬか漬けじゃないことが多いですし、あとは保存料とかですね、その他いろんなものが入っているので、そういった、保存を高めるためにこういった菌っていうのをですね、殺してしまっているっていう、ものが、スーパーに並んでいる漬物は大半がそうですので、これぬか漬けに限らずですね、キムチももうそうですし、キムチはもともと発酵してないようなものしか売ってない、スーパーに安く並んでいるものに関してはですね、ということがありますので、ちょっとこれ話それるんですけども、お漬物ってすごく体にいいです。乳酸菌がたくさんあったり、ぬか漬けだったら酪酸菌があったり、するんですけれども、スーパーで売られている市販のお漬物というのは、大概ですねそういった本来のお漬物のいい効果、健康にいい効果っていうのは得られないと思った方がいいです。添加物がね、いっぱいなので、そういった点もちょっと、避けたいなと思うところもありますし、漬物を食べて健康になりたい、美容に役立てたいっていうことであれば、手作りのものにしないと意味がないということですね。はい、なので、ぬか漬け食べると、酪酸菌を摂取できるわけなんですけれども、スーパーに売っているものではなくってぜひですね自分でつけていただきたいなと思います。ちょうどですね、もう10月になりましたので、ぬか床を仕込むのにいい時期になってきましたので、ぜひですね、そんなに難しくない、結構ぬか床っていうとハードルが高いっていうふうに思うかもしれないんですけども、実はですねそんなに難しくないんですよね。毎日混ぜればOK なので、ぜひ、始めていただきたいなというふうに思います。ぬか漬けを食べることによってこの整腸作用が強い酪酸菌っていう、とてもこの他の食べ物から摂取できないものを摂取できるという貴重なものを摂取できるっていうこともありますし、もちろんですね酪酸菌以外にも乳酸菌とか、いろんないい成分が入っていますので、ぜひですねぬか漬けっていうのは、少量でもいいので毎日食べていただくといいかと思います。あとですね、ぬか床を混ぜることによっていい菌がそこにいっぱいいます。もういっぱいいろんな菌がぬか床の中には生息しているので、それを常に浴びているというか手に付着させたり、そういうことができるので、それ混ぜるだけでも結構メリットがあったりします。はい。ということで、今日は酪酸菌の話を、簡単にさせていただきました。で、前回のですねちょっと話またそれるんですが、前回の酵母菌のお話した時にですね、酵母菌の、話の動画が前回あるんですけども、その時に、ホワイトボードにこういう図を書いていたんですけども、これ書いていたのにもかかわらず説明するのちょっと忘れてしまったので、ちょっと今ですねその説明をしていきたいと思います。これ何かと言いますと、細菌とカビと酵母菌、これのサイズの違いをちょっと書いてみたんですね。同じ微生物、これ全部微生物なんですけれども、微生物って、全部が全部ちっちゃいですよね。本当にその微生物っていうぐらいなので、もう人間の目には見えないぐらいものすごく小さい、生き物です。なんですけども、その微生物の中でもやっぱり大きい小さいっていうのがあってですね、かなりサイズ感が違ってきます。で、前回お話ししたこの酵母っていうのはこれものすごくでかいです。
微生物の中でいうとすごく大きい菌なんですね。でこの大きさに対して細菌っていうのはこれぐらいです。もうアリと、人間ぐらい違う。もうすごく大きさが違うわけなんですね。細菌といったらこの酪酸菌も細菌ですし、乳酸菌とかも細菌です。細菌っていうのは細かい菌と書いて細菌なので、この字のごとくですね、もうすごく小さい菌ということになるわけです。で、真ん中のこのカビですね。カビこれは、カビ、麹菌っていうのが、日本では代表的なカビ菌なんですけども、カビはだいたいこれぐらいかなっていうサイズ感なんですね。なので、細菌っていうのはものすごく小さくてこれぐらいのサイズなのに対して、酵母菌っていうのはこんなに大きいですよという、お話でした。はい、ということで今日は酪酸菌の話をさせていただきました。で酪酸菌についてですね、もっともっと詳しく知りたいという方はですね、動画のタイトル欄をタップしていただきますと、動画で学べる発酵食講座というものの、ぬか床のパートを見ていただきますと、詳しく説明している動画が、見られますので、気になる方はですねぜひチェックしてみてください。今回の動画が気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。